よろしくお願いします。トランスファミリージャパンからナナです。よろしくお願いします。お願いします。デレクです。じゃあまず、デレック・ライアンさんについてですね。デレックさんはこれまでに多くのレーベルから楽曲をリリースされていますね。ノイズかな？ノイズのオーナー、マイク・コグリングは日本でもよく知られている DJ ですね。これまでに楽曲をリリースされてきたモンスターやリダックス、RNM などはいずれもトランスシーンにおいて人気の高いレーベルとして知られています。多くのトランス DJ やアーティストは興味があることだと思いますが、これまでの DJ やアーティスト活動についてぜひお話をお聞かせください。そうですね。最初から全部話したら結構長くなりますね。でも、その中からちょっと3つの出来事をちょっと、取って、上げてみたいと思うんですよね。結構影響のあった出来事なんで。僕多分最初にそのプログレとか、そのトランスとかもっと深みのあるダンスミュージックのサウンドに興味を持ったのは、Luke Records っていう、サンフランシスコのレコードレーベルなんですけど、そこでインターンをした時だったんですね。インターンをしたんですか？はいはい。そのレーベルって、ご存知かどうかはわかんないですけど、ジョン・ディ・スペシっていう、かつてプログレッシブの方で、有名だったコンビなんですけど、その人たちが経営しているレベルですね。すごい。インターンで、じゃあそれまではそのプログレッシブとかに興味があったわけではなく、多少はあったんですけど、これはしていなくて、DJ とかもしていなくてインターンに初めて行ったんですか？その会社のレコードをたまたま、店で見つけて、そこ、そんなことありますか？すごい。レコードとか聞いて、これいいなって思って、そのウェブサイトを見てみたらインターン募集していたっていう情報があって、だからそこに入った。ご縁ですね。そうですよね。すごい。いろんなことからそんなインターン生活が始まったんですけど、そこでいろんな、今から見ると結構クラシック系のレコードレーベルに触れることができて、ベッドロックとか、プラティプスとか、サイバーレコーズとか、そういった本当にプログレッシブの方では、みんな知ってるような、そういうクラシックの系のレーベルに触れることができて、そのサウンドを知ることができて、本当に人生変わりましたね。すごい。DJ とか、そのプロデュース業はいつ頃から始められたんですか？それと同時なんですけど、当時はめっちゃ下手でした。どっちか DJ はそこそこできたんですけど、実はそのサッチーと知り合って、彼が、僕がやっていたホームパーティーに来てもらったんですけど、DJ、その時覚えてるんですか？サッチー。覚えてます。覚えてる。ハウスパーティーであったんですよね。その家、ちょっとやばくなかった気がするんですけど。で、その時にもサッチーは DJ をされてたってことですか？いや、私、そこはないんですね。本当に、つい最近、もうデレクのおかげでいろいろちょっと勉強になってるんですけど、そもそも、経営の方でやってて、これが、でも2年前くらいからやってるんですかね。そこ、でも一応デレクのおかげでちょっと勉強になってるんですね。逆に、アイフライヤーであれで経営してて、でも、どういう機材が何かって分かんないってことが逆に恥ずかしくて、一回パイニアさんと話したんですけど、CDJ ってなんだっけみたいな話してたんですけど、面白い。もう恥ずかしいって言われてて、じゃあちょっと勉強になりますっていう話してて、そこからもうちょっとデレックお願いしますっていう、ここが多分きっかけだと思うんですね。そうか、お二人はアイフライヤーも二人でされてるんですね。じゃあ。私だけです。私がアイフライヤーされてる。なるほどな。でも昔から友達なんで、一応大学で知り合ったんですね。そうなんです。結構長いこと知り合いですね。長いですね。何が言いたいんですか？アメリカでですよね。そうですよ。アメリカの時冗談。どうしたって言ってるんですよねって。すごい。確かに。そんな時から制作とかは始めていたんですけど、その時はどう下手だったんですけど、その二つ目の、僕にとって大きかった出来事は、
はいなんかその初のリリースを、まあ本格的なリリースを出して、ちょっと自分のサウンドまだ満足できないなって思って、なんかそのマイク・コーグリン、さっきおっしゃってたマイク・コーグリン、まあっていう DJ なんですけど、彼がやっていた、教師をやっていた、そのトランスの制作セミナーに参加して、そこでいろんな人とつながりができたんですよね。まあ彼は、まあ彼ともまあ親友親友とはまでは言わないか。まあ友達にはなれたし、でも、その他にいろんなプロデューサーさんに、なんか会うことができて、あと、何年か一緒に制作を続けた、デレン・フリン、フリン・デンテンとかで有名な人なんですけど、その人とまあ、本当は親友になって一緒に作曲していたんですね。すごい。歴史がありますね。そうですね。でも、単にその学習能力がないのか、なんかなんか上手くなるのにめっちゃ時間かかってますよ、僕は。でもマイク・コグリンがまずそのセミナーをして先生したっていうのも私は初めて知りました。そうなんだ。ね、そういう DJ の人ってそういうセミナーで先生とかするんです。日本ではあんまりメジャーなことではないかもしれないですね。メジャーなことではなかったんですよね、その当時は。今はちょっと普及してきてるんですよね。同じように楽曲制作の先生っていうことですよね。はいはい。そうですね。彼も今もやってるんですけど、他にそれを始めたアーティストも出てきてるんですよね。なんか誰だっけブライアン・カーニーはやってないか。ジュセピ・オタビアニ確かに。はされてると思うし、アダム・エリスもやってると思うし、いろいろ、そういう、なんか最近ってコロナ禍とかで、なんかライブがなくなったんじゃないですか。はいはい。イベントがなくなって、イベントからもらえていた収入をどうやって取り戻せるのかっていう問題が出てきて、みんな多分飛び込んでると思うんですよね。そうなんですね。知らなかったことです。じゃあ僕にとって3つ目に、大きかった出来事としては、お願いします。なんか昔からあるボーカリストが結構好きだったんで、そのボーカリスト、まあメリッサ・キャプテンって言うんですけど、その人は本当に憧れで、なんか彼女の声って本当に神秘的ですごくいいんですけど、なんかいろんな、なんかエスニックっていうか、なんか中東とかインドとか、そういういろんな影響とかを取り入れて、すごいユニークなボーカルスタイルをされてるんですけど、その人と共同制作を作るのがやっぱり結構有名で、それができた時にもめっちゃ嬉しくて、なんか自分はやっぱりこれからもいろんな、まあ、なんか夢みたいな話で全然自分とは関係のなさそうな人ともコラボできるんだなっていう自信もいたし。すごい素晴らしい経験ですね。そうですよね。僕にとって結構、なんか自分の制作もまあレベルアップしたし、まあ、今もその人となんか作曲してるんですけど、それを通じて、RNM、Rasnetson Music にサインできたこともあったんですよね。それは本当に二人の力を合わせて。そのボーカル曲で RNM にサインアップしたんですか？そうですね。なんか彼女と制作して、まあ、最初は結構そこにサインされなかったんですけど、最初の曲は、Redux だったんですけど、その次の曲は RNM でした。それでどうやってコラボすることになるんですか？作曲するときに歌手に、ボーカリストに直接プロデューサーがオファーをかけるんです？それは、まあ、いろんな形があるわけですよね。なんか、メリッサの場合は、彼女はただ、なんか、シンガーとしては活躍したいって言ってるので、なんか僕が、なんか、作曲作詞をして、それを彼女に出して、彼女が歌うんですけど、もちろん歌いながら、いろいろ工夫して、ハーモニーを足すとか、いろんな、なんかバッキングボーカルを作るとか、いろいろはしてるんですけど、歌詞とかは僕が書いてますね。でも、他のボーカリストの場合は、出来上がった、インストだけのトラックを食って、それを元になんか作詞とか、まあ、いわゆるトップラインとかを作るんですよね。その彼女と初めて楽曲を制作した時の、その出会いっていうのは？そうですね。実はそれもちょっと共通の友達があって、サンフランシスコら辺で、なんかすごいなんかアンビエントエレクトロニックとかを作ってる人がいて、
彼も一度彼女を利用したことがあって、で、まあ、彼に、まあ、話をつけて、やっぱりその彼女のつないでもらって。へえ。で、実際に、制作してみたら彼女もすごくなんか、フランクな人で、話しやすくて、まあ今は友達にもなってるんですけど、たまにはなんか自分の憧れと友達になってるの、なんか信じられない時もあるんですよね。ご縁ですね、それも。ご縁です。すごい。それでは2番目の質問いきます。あなたがデモを送ったり、レーベルからオファーがあった制作を行う際に特に気をつけていることはありますか？そうですね。昔はやってなかったんですけど、最近になって、なんかデモを送る前に、マスタリングを依頼することになりました。まあ、それは、まあ、知らない人もいると思うんですけど、なんかマスタリングっていうのは、その曲の制作の最終段階で、その、コンプレッションとかいろいろそのエフェクターをかけて、なんかその、十分な、なんか迫力を発揮できるような形にすることですよね。でこの話すごいリスナーにとって面白いと思いますよ。あ、そうなんですか？面白いと思います。レーベルに楽曲作ってる人が多分結構多いので、トランスファミリージャパン。はいはいはい。すごい参考になると思います。そうですよね。なんか昔僕は、なんかそのレーベルがどうせやるから別にいいやって思ってて、ちょっとなんかその値段を惜しんでたんですけど、その値段高くないんですけどね。でも、レーベルを来る際になんか何があるかわかんないんですよね。なんか全然ダメな時もあるし、なんかやっぱりすぐにサインされる時もあるから、ちょっとわかんないから、ちょっとその、まあ、低いコストなんですけど、それでも、ちょっと死んでたんですけど、最近になってやっぱりそれをした方が、一番いい形でレーベルに聞いてもらえるから、それが、まあ、大変だと思う。今は、そのアウトバーストレコーズとかを経営しているマーク・シェリーっていう DJ に依頼してるんですね。あ、そうなんですね。へえ。4000から5000円ぐらいかかります。あ、そうなんですか。へえ、そんなこともやってるんですね、みんな。の人たちが。もうマスタリングする人はマスタリングするそういう人がいるのかと思ってました。おバイトみたいな感じで。で、どっかに投げたらやってくれるみたいな。いろいろいますよね。そういう形もマスタリングエンジニアももちろん存在しますね。なんかそこら辺の、なんかスタジオノアってご存知ですか？わからないです。何されてるんですか？なんか練習用のバンド連のスタジオの隣にいっぱいなるほど、なるほど。チェーン店がある。そうですね。そこもなんかインハウスのマスタリングとかミキシングのエンジニアもいるんですけど、だからいろんな形があるんですよね。で、低価格で、なんかその、まあ、500円とかでマスタリングしてくれるサービスがやっぱり自分の大事な、その、まあ、美術品って言ったら変ですけど、その自分の制作したものなので、なんか、大事に扱ってほしい。だから、その、信頼できる人にしか出したくないんですよね。マークシェリーだったら信頼できますね。すごい。ありがとうございます。では次の。じゃあ、アセントレコーディングについて聞きたいと思います。今回レーベルを立ち上げられたことで DJ やアーティストからデモを受け取る立場にあると思うんですけれども、アセントレコーディングスでは採用はどのような基準を設けていますか？そうですね。ここら辺がディレクト私は結構なんか困ってる部分があったんですけど、お互いにはそうエレクトロニックの中からもうプログレーからもうドラムンベースまでの幅が広く、好きなジャンルが多いんですよ。で、実際にいろんな曲を聴いて、あ、これがすごいわと思うんですけど、やっぱりアセントにはなんちゅうの、その枠に入らないので、もう断るしかないものが多くて、で、それでもうやっぱりアセントの中からもうトランスがやっぱりメインなんですけど、その中でもやっぱりいろんなまあ、っていうか、4つの点がメインなんですけど、もう1つが、メロディーがもうちゃんとあり、あと、ドライブ、エネルギーがちゃんとある曲、ということと、その曲のジャーニーっていうか、その転化、ここからどのようになんか変わるかっていうことがすごい大事だと思いますし、あと最後に、
結構なんか深い曲を探してるので、で、その要点がメインな基準で、そこからもうどのように、なんちゅうこうアーティストのやり取りしてて、こんな風にちょっと変えてもらえませんかっていうことをやっぱりなると思いますし、あと、それと、別にどんな曲でもいいかということで、あと数が多いかということを、ちょっと、防いで、やっぱりそのアーティストといい関係が作りたいから、もうとりあえずちょっとゆっくりでスタートしたいなっていうことがある。完全に量より質ですね。なるほど。もう、アセットレコーディングスナウっていう曲だけを本当に数少なく揃えたいってことですね。そうですね。そうです。なんか結構サチがさっき言ったその4点を満たすような曲っていろんな、まあ、満たせるような曲って結構幅が広いと思うんですけど、結構そこだけは厳しいですね。その4点を満たしてるかっつって。だからもっとディープなトランスももっとなんかアップリフティングの方も両方ともサインしたいんですけど、やっぱり自分のなんかミュージカルアイデンティティとは何ぞやっていうのはこの4点に絞りましたね。これもすごい面白い話です。私は本当にただのパーティーゴアっていうかリスナーなので、制作しない人にとってはあんまり考えたことがないことなんですよね。レーベルのこのイメージみたいなものがカラーはあっても、じゃあ本当にどういう基準で設けてるか。きっと明確な基準があるんでしょうけど、これすっごい私にとって面白かったです。はい。ね、アセントレコーディングさんもメロディー、デプスと展開と、ね。とかそういう基準が、ちゃんと設けてあるんだなっていう。面白いです、これ。はい。もちろん、それが知らなくても、楽しめるはずなんですけどね。でそういうのがないと、レーベルを立ち上げてやっていくっていう風だと難しいですよね。これもいい、あれもいいってなっちゃいますもんね。そうなんですよ。やりたい曲がいっぱいあるんですけど、やっぱり絞らないと、長い目に見ると、レーベルの意味は何かっていう、カラーがない、問題なので、それはやっぱり、ついてなると思うんですけど、それがやっぱり、元にないなっていうことと、ディレクターが決まりました。面白い。ありがとうございます。では、次の質問に行きます。リリース第1弾のリミックスをアンディ・ムーアが手掛けていて、この曲はインサーチ・オブ・サンライズの最新作にも収録されていましたね。おめでとうございます。これらの素晴らしい事柄の実現はどのようにして実現されたのですか？そうですね。なんか、そういう流れで。そうですね。なんか僕が、なんか最初の曲って僕の曲なんですけど、なんか、アンディじゃなきゃいけないって思ったのは、なんかコロナ禍の前に、ちょっとエヴァレコーディングスが東京でイベントを開催してて、そこでアンディ・モアのセットを聴きながら、彼の作った曲を聞いて、なんか本当に感動してさ、前からファンで結構好きだったんですけど、やっぱりその一瞬間がめっちゃ自分の中でなんか印象に残ってて。じゃあそのパーティーが、そのイベントがなかったらもしかしてアンディ・ムーアに頼んでなかったかもしれないんです。かもしれないですよね。すごい。だから可能性はあるんですけど、なんかやっぱり自分の中には何かが埋め込まれていて、なんかなんかレーベルを立ち上げることになって、やっぱりそれをなんかリスナーさんにも出したいなって思って、なんかアンディに頼むしかないなと思いましたんですよね。素晴らしいリミックスですよね。ありがとうございます。もう本当になんか、いつものアンディのサウンドとは違うながらも、すごいディープな感じで、すごいそこも感動しますよね。かっこよかったですね。すごくなんかパーカッションとかめっちゃ繊細な部分もめっちゃあって、すごいやり込んでる感があって、僕もすごい感動してますね。インサーチ・オブ・サンライズに収録されたっていうのはどういう経緯でなったんですか？なんか実は、なんかアンディじゃなければ多分そうなっていないと思うんですよね。サウンドだけじゃなくて、もちろんサウンドもあるんですけど、それも一番大事なんですけど、なんか今回の In Search of Sunrise の収録をしてくれたのは、収録っていうより監修かな両方なんですけど、マーカス・ショルツ
やったんですけど、彼が新しいなんか、新しい曲を探しているときに、アンディにちょっと連絡をかけて、なんか、入れられる新曲はないかって聞いて、で、アンディがたまたまこのリミックスを手掛けていたので、それを渡してくれた。そうなんですね。タイミングも良かったのですかね。タイミングも。大切ですよね、タイミング。すごい。つながるんですね。そう、まあ同じように、なんかアンディに作ってもらったのもちょっと一回の、なんか一種の巡りなんですよね。巡り合いみたいな。本当ですね。すごい。なんかここが聴いてほしいところみたいな曲の推しとかありますか？なんか実はいろんなレイヤーが曲にあるんですけど、なんか2箇所今思い浮かぶんですよね。なんか、その2つ目のブレイクダウンの最後のところにちょっとなんかその弦楽器が入るんですけど、その裏にちょっと隠されてるハーモニーのパーツがあって、最初に僕がまあそのなんか依頼したアーティストとして聞いても全然気づかなくて、でも何度聞いてるうちに、あれなんかもっとあるなって思って、なんか僕にとっても一つの発見でした。で、そうなんだ。あと、なんかその、パーカッションの方は本当になんかやり込んでいて、すごくなんか繊細な部分もあって、なんか細かい、本当にその一つのスネアドラムを取っても、なんかそこにあるものを取ったんじゃなくて、本当に自分を一から作った感があって、なんか本物は違うな、みたいな。いや、本当にかっこいいリミックスなので、ちょっとね、今、インタビュー見てる人も聞いてなかったら、ぜひ聞いてほしいですね。ありがとうございます。ぜひ。はい、ありがとうございます。レーベルとして現在気になっているアーティストはございますか？まあ、そのリストを絞るのはちょっと難しいなと思うんです。難しいですね、これ。どのぐらい私的にはすごいラシア系のなんかトランスアーティストがすごいなんか気になってる人が多くて、あと、昔からやってるんですけど、プロフがすごい好きで、それがなんかできればいいなとずっと思ってるんですね。でもそれいいですね。なんかできたらいいですよね。そうなんですよ。プロフとか、あと、まあ、やっぱりRD あるいはもう α9 とか、あと最近、元マグニフィセンスのオイシャって言うんですけど、ちょっと独立してて、で結構トランス系な曲が、結構作るようになってるので、それもなんかできると結構なんか嬉しいなと思ってますね。あと、なんかそのアップリフティングの方でもですね、なんかいろいろ興味のあるアーティストがあって、その日本人アーティストで言って、なんかリナニーさんとか、リナニー、ぜひやってほしい。僕も本当にそういう感じですよ。やってほしいって。ぜひやってほしいですね。やっぱちょっとそういうの、せっかくレベルが日本で立ち上がるってことなんで、日本が盛り上がりますね。日本のアーティストと。ですよね。日本のファンも、はい。これから出てくる、その日本人の新人アーティストを、まあ、サインできたらなと思いますよね。いや、それ本当に最高なんですよ。それができると。あんまり結構 DJ 活動されてなくて楽曲制作されてる方も日本ではね、いますよね。そうですね。あと、作成のみでやってる人もいますし、あと、両方と DJ のみで、確かにその3パターンですね。まあ、あと、海外のアップリフティングのアーティストで言うと、今気になってる人がめっちゃ多いんですけど、まあ、二人を、挙げるなら、なんか、サンフランシスコの、まあ、僕らと同じサンフランシスコ出身の、ニコ・ゾグラフォスって人もいるし、あと、イタリアの、初めて知りました。アレサンドラ・ロコネ、まあ、発音は違うかもしれないですけど、なんか書いた方しか見たことないんですけど、彼女の曲もめっちゃいいと思います。彼女の、曲もなんかちょっと一味変わった感があって、まあ、迫力も半端ないので、ぜひちょっとチェックしてみます。はい。イタリアかな？イタリア。アーティストですね。ありがとうございます。それでは最後に、今後の活動などについて話せる内容で構いませんので、ぜひお聞かせください。まあ、一つは多分来月生放送みたいな、そうですね、なんかもう DJ とちょっとゲスト呼んだりってことを今ちょっと
企画しています。で、それは DJ 配信ってことですか？そう配信してて、あと話と、やっぱりゲスト呼んでてっていうこともちょっと今考えています。その実際にどのように、コンテンツに入るかちょっとまだ、はっきり聞いてないんですけど、それも一つと、最終的にはそれとなんとかもう今の時期でもちろんできないと思うんですけど、今後、このコロナの後で、それでイベントつながれば、最高のパートナーと思うんですけど、いや、それがあっても、できれば、年末で、なんか開催したいなっていう気持ちもあるんですね。もうレーベル主催のパーティーっていうことですよね。そんな感じです。そんな感じのパーティー。ぜひ行きたいですね。ぜひそれができると。もちろん、こういう関係になってるから、ちょっと様子見て、それができるようになれば、ちょっと。お二人は結構 DJ 活動自体はされてたんですか？日本では。ちょっと一緒にやるのはまたあるんですけど、また別名義で、コードスピッチっていう二人でやってる、一応グミあるんですが、それトランス用ですか？それとも他のジャンルなんですか？もちろんトランス用ですけど。それもあるんですけど、それももうやるのかちょっとわかんないですけど、そっちも可能性がありますね。